いうテーマがいいかっていうことを、ちょっとディスカッションみたいに、してもらって、どういうテーマがいいですかね、皆さん。ちょっと大変かな、そっちの方が。なんか何も若い人が少なくなってるから、いろいろイベントするのも大変。やる人が少ないんですよ。やろうっていう方が少なくって、姫島の人たちは、本当に住んでる人はもう諦め状態なんですよ。だから新たな人が帰ってきて盛り上げてくれるようなのが一番いいかなと思うんですけど、その現状は厳しいですね。日本中で人手不足だからな、今な。諦める理由って何かありますかね。諦める理由っていう、そう。何か、こうやる気が出てない、やる気のない人が多すぎて、盛り上がらない。それはしょうがないよ、みんな年寄りだもんだって。いやいや、結構若い人もいるけど、人の問題か。そう、今人手不足です。そうですね。もうちょっとこう若者向けの本当に若い人がこう訪れたりとか、あわよくば住んでもいいかなと思ってもらえるような、ちょっと人口が増えるような島になればいいなと思ってますね。だからうちとしては、人口が増えるのはそれは楽しくなるのは当然いいと思うんですけど、やっぱりね、人間が増えれば増えるほど、どうしてもそういう環境は壊されていくっていうか、なくなっていっちゃうものなので、あんまり増えてほしくはないなっていう、程よく増えてほしいな。なんか今やともうどんどん減ってきよって、将来1000人とか1000人切るかもしれないとか言いよったら、やっぱり住む人も増えんやろうし、で、そんなに人口が減ったら、働く場所もなくなるし、お店もそんなに営業できなくなるやろうから、ある程度今ぐらいの人口なら、まだいろいろなこともやめなくてもいいのかなと思ったんですけど。だから、それを、船に乗ってこっちに来させるためには、何がいる何が必要魅力だから。要するに今の世界はフェリー乗り場もそうなんですけど、今の世界、姫島だけじゃなくて、あるのは誰か造創して、誰かそういう話をしたから、こういう風になってるんじゃないですか。だからそういう意味では造創が未来を作るっていうこともあって、そういう人たちが、ゆくゆくはパートナーシップの提携もできたら、もっといろんな人が住んでくれるんじゃないかなっていうのは、ずっとメモ取りながらというか、考えながら考えてたことで、やっぱりこれからの社会、いろんな人が付き合っていく中で、絶対に離れられない議題じゃないけど、話じゃないけど、の中にやっぱり LGBTQ の人はいて、いろんな人が住んでくれたら、明るくなるんじゃないのかな。歩けるコースっていうことで。歩けるコースで、例えば狭い道に人がそこに歩けるコース。民家と民家の間の細い道ってたくさんあるじゃないですか。田舎のおじいちゃんとかおばあちゃんの家に帰ってきた感覚にもなれるんじゃないかなっていうのは感じますね。すごくそういうのも楽しいかなって。日常的なものがすごく魅力的になるんじゃないかなって思ってて、意外とほっこりする。自然を生かした作業所があればな、また違ってくるんだな。だからこれから先はもう漁業がダメなら、そういう自然を生かした産業を作っていかないかん。だから姫島は海が近いんやから、海岸端に古い大きな家が空いた家はないかって言うんやな。そういうところへ持ってアワビの養殖をしようって、もう取る時代は終わったっていうか、もう何でも魚はもう作る時代になってきたんや。だから山を、皆さんが今畑作らなくなったから、山で行く道とか、全部荒れてますよね。そういう意味ではもうちょっと整理した方がいいのかな。
そうですよね。で、まあね、山を整備することによって、そこから今度、海に遺棄物が流れていって、そっちの山、八幡の写真でいうと上側の山の方。ちょっと待ってください。八幡ってどれですか？八幡って、あ、これ？あ、これはい。これのさらに上の方、何も使ってないところ、その真ん中の道から上側、真ん中の道から上側ね。ここら辺。そこ全部これにする。めっちゃいい。服装いい。これはめっちゃいい。だってそこ使ってないもんな、もでもそれにするのってめっちゃお金かかりますよね。う。いやいや、木1本ずつ切っていったら10年ぐらいかかったらできるやろ。めっちゃかかるな。だってさ、このゴルフ場できたらさ、宮崎から来るよ、多分。来る。観光島、まあ、いろんなアトラクションも楽しめながら、そういう姫島一周しながら、縁結び系も楽しめながら。結局全体が観光につながるってことです。そう。そんな感じでいいんじゃないかな。いいと思います。でもな、これのな、青写真っていうのは、もう昭和になってからすぐにそういうあれはあったわけやろ。このブルーラインが出くにしてもこんなあったらしいよな。このブルーラインはね、その時期からすれば今は未来や。今こうやってなっちゃうのは未来。そういうことです。未来やから先人の人たちは今のこのやつを想像しちゃったかもしれん。わ、すげえ意味があるんやんな、いっぱい。過去から未来へ。伝統と輝く明日への躍進を表します。それを実行してくれよな。不便はないですけど、それの選択肢は相当狭い。野球ともバレーしかなかったりとか、選べないじゃないですか。もしかしたらね、違う選択肢があったらそこで伸びていく子供たちがいるかもしれないけど、出会いがないからそこに。そうですね。ここはやっぱ本土とは全然違うところじゃないですか。本当に若い人が少ないっていうのもあるけど、若い人向けの実際やっぱ島の外とかにいると本当にカフェ一つとってもいろんな目的で、おしゃべりでもいいし勉強でもいいし、いろんな目的で使えるところがあるっていうのがあるけど、姫島の中だとそれがねないから、そう若い人が定着するのにはやっぱり若い人向けの場所があった方がいいかなとは思いますね。だからなんかすごく都会にあるものが何でもあってほしいとかそういうわけではなくって、基本的にはやっぱチルできる環境が大事っていうかそうリラックスできるけど、やっぱりリラックスできるだけだったら若い人はあんまりそっちを求めてない人が、刺激が欲しい人の方が多いので、そういう意味ではそうですね、こういういろんなものがあった方がいいなって思うんですけど、自分的にはないことに対して割と満足しているっていうか、なんていうんですかね、都会にいるとなんか物質主義的なところがあって、購買意欲とかもいろいろ広告も多くって煽られたりとかするので、散財しがちだったりとかショッピング行きがちとかいうのがあると思うんですけど、島にいるとなんかあんまりこれが欲しいあれが欲しいって常に目まぐるしく変わるような物欲っていうのがあんまりなくって思うと、やっぱりその都会に住んでた期間、自分がいろいろショッピングとか楽しんでた期間もあるから、結局は自分ってそこまでそこが必要じゃなかったんだなっていうことに気づいたりとかして、なのでそうですね、流されずに自分の感覚で生きられるっていうところがあるので、姫島の生活はいいかなっていうところがありますね。で個人的にはその刺激がいっぱいの生活っていうのにあんまり重きを置いてないタイプだから、姫島に帰ってきてもなんか何もないからつまんないから、やっぱり都会に戻りたいなっていう気持ちには特にならずに、ちょっと洗濯物を取り入れるために外に出た時に、セミが鳴き始めたなとか、今日は空のなんか雲が形がいいなとかなんかそういうのが結構幸せでそういうなんか自然的な
こうなんていうんですかね、環境の良さみたいなのは守っていきたいなというかとは思いますね。陽子さんは島出身じゃないんですよ。はいはい。だからまたちょっと私はいいかなと思って、思いがちょっと違うかなと思って、私はもう本当姫島生まれてずっと姫島なんですよ。全然外に出たことがなくて、そうそうそう。だからで私よく知ってるんやけど、よく知らないから今日楽しみにいろいろ活動してるので。だからこう人を呼ぶ、なんていうのかな、観光のやっぱ島にせんとありとか、やっぱそれもあるやろうし、やっぱ姫島を存続させるためにはな、やっぱり人口が少ないから、人口をやっぱこう多くするのがまずかなって思うから、そういうこうなんかな、今 IT ができて、結構 IT で人が増えてるけど、反対に出ていく人も多いしな。だから島出身の人が子供が高校生になったからちょって家族で出るとか、子供がもうここに高校がないから家族で出るっていうのは結構あるんですよ。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかね、コロナ禍で、島に帰ることができないんですけども、たびたび島のホームページは拝見しています。いろんなこともいるんだなということも見て取れますし、ただそうは言っても人口が1800人ぐらいになってきて、今、幸子が言ったように青年団もほぼもう活動できる状況ではないような話、今年の3月末では総国高校がもう閉校になったという話も聞きました。かなり若いメンバーが地域からいなくなっているというのが現状で、これは高齢化というのはね、日本全体で起こっていることだけども、速いスピードで島もそういうふうになっているんだろうなというのが感じます。ただ、先ほど兄貴が言ったように、やっぱりいろんな人を集客できるような形でもって、魅力ある姫島になっていって、若い世代の人たちが、居住できるようになると、いいのかなとは思うんですけども、すぐにできることではないと思うけど、コツコツとやっていかなきゃいけないだろうなと、私たちにできる協力があれば、何かお手伝いできればと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあここまでにしときますけど、いいですか？なんか言いたいことはないですか？最後に。わかりました。緑とお家のご繁栄よいとなっていうこう船木歌がある。あんまり聞いたことあるよな。あるあるある、ありますあります。リーリーさんのサイン。おい、すげえ。